ープ3.5 メートルのやつが4本、この黒いセンターリングをリッチポールにかけます。いや、設営が楽しい。はい、そしてベンチレーションはここと中にこうメッシュの窓が2枚構造でしっかり作られてるんですね。さらに両サイドの窓にもメッシュがついてるので、よいしょ、結構広いな。天井も高いですしね、定期的にこのような除雪の作業はしなきゃいけない。いやー、いい天気ですね。皆さんこんにちは、安らぎです。今回も動画をご視聴いただいて本当にありがとうございます。で、この度2025年スノーピークから新しく発売されたランドネストシェルターを購入することになりまして、で今回の動画はそのテントをじっくりレビューする動画となります。いやー、このテントどういう使い心地なのか結構楽しみですね。ではまず中身何が入っているのかちょっと皆さんに簡単にお見せしますね。はい、中身全部出しました。入っていたのは、テント本体になるフライシート1つ、あとこれインナーテントですね。そしてこれがリッチポール、あと A フレーム C フレームのポールが3種類、あとロープ 3.5 メートルのやつが4本で、またちょっとちっちゃいやつ、これ 2.5 メートルかな、でこれが8本なのでロープが12本入っているのは個人的には結構嬉しいかなと思います。後で後に説明することになると思うんですけれども、このテントの形状、アーチ型なので風にそんな耐性が強くないはずなんですよね。だからその意味でロープでしっかり固定をしてほしいということで12本も入っていると思うんですけれども、そして最後にペグですね。これドゥラルミン製のペグですごい軽量のやつなんですけれども、僕はこのペグは使わないですね。いつも思うんですけれども、こうスノーピークとかもテントを購入するときに、こういうペグはこういうものじゃなくて、こうしっかりとした黒色のスノーピークのペグあるじゃないですか。だからなんかオプション制にしてこれをそのペグに変更する、値段がそのテントに上乗せされてもいいので、こういう使わないペグが増えていくよりもそういう風にしてくれた方が僕は個人的に嬉しいかなっていう感じです。はい、ではまずフライシートを広げて、でテントを設営しましょう。これポールは A6061 のアルミ合金で作られていて、結構軽量かつ強度がある感じがしますね。すごい硬いっていうかで全然しなりません。なので結構風が強く吹きつけるって言ってもそこそこ結構耐えられると思います。それぐらいの強度のあるポールです。まずフライシートの一番中央にあるセンタースリーブに差し通します。そしてここの部分、両左右のところに A フレームをはめる感じですね。この A フレームを取り付ける時には
この黒いシールがついている側面が外側に来るようにリッチポールにはめてほしいとのことです。で、逆側も同じくはめます。フライシート上部にあるこの黒いセンターリングをリッチポールにかけます。次に A フレームの先端を本体にあるリングピンに差し込みます。これですね、リングピンが2つあるので A フレームは内側にあるリングピンを差し込みます。次は C フレームをこのテントの外側にあるフレームの中に差し通します。これは外側のフレームに差し込むと、あとはペグダウンをしたいと思います。いや、設営が楽しい。はい、ペグ打ち終わりました。テントがランメトリー構造ですごいシンプルなので設営はものすごいしやすいです。ただこのアーチ型のテントでこの直接的な平面が多いので、風が吹いた時ってすごい影響を受けやすいんですね。ですので風が強く吹いた時に吹き飛ぶことがないための、サイドのところ、ここですね。ここにロープは必ずつなげてペグダウンしてくださいね。テントの四隅なのでここ4箇所、これが 3.5 メートルのロープで、テントの側面に 2.5 メートルのロープ4つつけられるようになっているんですけれども、今日はちょっと面倒くさいのでこの四隅、この 3.5 メートルだけちょっとロープをペグダウンしたいと思います。ペグは45度ぐらいの角度で打ち込むと結構しっかり耐えてくれます。はい、そしてベンチレーションはこことあと反対側にも同じ位置に合計2つあります。他のテントと同じようにバーがあるのでバーを立てて、あとベルクロでしっかり固定できます。テントの結構上の位置にベンチレーションがあるので、もし冬灯油ストーブとかを焚いても一酸化炭素はこの上のベンチレーションからしっかり抜け出していくと思います。はい、ではテントの内部に入ってみましょう。これ夏場猛暑の時に風通し良くするために中にこうメッシュの窓が2枚構造でしっかり作られてるんですね。よく作ってるわ。で
でも今日ちょうど風が結構強く吹いているので、なんかもし風強く吹いた時にこのテント、風に対する耐性どうなんだろうっていうことが気になっている方はちょうどいいかもしれませんね。こうやっぱりこれはしょうがないですよね。このテントの形がこの壁面が結構広いので、やっぱり風が強く吹いちゃうとやっぱりテントがちょっと揺れる感じはしますね。ドーム型じゃないので、これはしょうがないですよね。なのでもう一度言いますけれども、風が強い場所でこのテントを使う時には必ずこのロープでこのテントの四隅だけじゃなくてサイドのところの4箇所もしっかり固定してあげたら、問題ないと思います。さらに両サイドの窓にもメッシュがついているので、メッシュを合計4箇所で、縦の長さが 6.2 メートルで横の幅が 3.6 メートルなので、ものすごい結構長いトンネル型のテントって感じがします。インナーテントをつけなければテーブルを置いて結構グループキャンプとかでも全然使えるぐらいの広さです。あとは自分の身長170センチなんですけれども、そうですね、ここの高さが 2.2 メートルで、ここがだいたい 1.8 メートルぐらいですかね。なので高さもしっかりあります。ですのでなんか窮屈な感じは全くしないです。じゃあインナーテントを取り付けます。テントの後ろ側にフックが3つあるので、インナーテントについているフックをかけてあげます。最後にここ、あとは前も同じくロープがついているフックが3つあるので、それをこの中央にかけてあげます。で最後にこの四隅のところをペグであったりフックをかけて固定をしてあげればインナーテントの設営は終わります。よいしょ。はい、両左右とあと中央の3箇所にペグ打ちしました。そしたらインナーテントがものすごいピンと張れる感じがして、結構見た感じ綺麗に張れますね。でちょっと中入ってみたいと思うんですけれども、この扉はそのメッシュの2枚構造になっているので、ここの部分とあと後ろの部分もそうですね。ですので本当に暑い時、風通しが必要だなっていう時にはこのメッシュでないやつを分離させて、でメッシュだけにしておくと結構風通しもいいのかなと思います。で中なんですけれども結構広いですね。よし、中に入ってみましょう。お、広いな。これダブルのエアーマットが2つ入る広さなので、4人から5人ぐらい全然窮屈な思いすることなく広々と使えるぐらいまでの広さです。
結構広いな。天井も高いですしね、全然窮屈な感じしないです。あとメッシュにも切り替えられるので、夏になったらそんな暑くもないと思いますし。でこれランドネストシェルターの生地って75デニールで、このインナーテントが68デニールなんですね。コストカットのために、違う方はこのインナーテントのクオリティが、ちょっと衰えるみたいなことを言ってる方がいたんですけれども、自分的には、虫が入ってこなくて、あとネズミが入ってこないんであればもうそれだけで十分なので、もうこの68デニールぐらいのインナーテントでも全く不満はないですね。結構いい感じです。はい、ランドネストシェルターに対する説明はこんなもんですかね。で実際に今日一日キャンプする予定なので、実際に使ってみて、明日の朝ですね、このテントの使い心地がどうなのか、僕なりの観点で、大したレビューができるかどうかは分かんないんですけれども、皆さんに総括的なレビューをしたいと思います。実際に結構一番気になっていたところってその風に対する強度だったので、今日そこそこ風も吹いていますし、一日あればじっくり検証できると思います。では明日の朝皆さんにレビューします。はい、皆さんおはようございます。実際にこのテントを使って昨日一日キャンプしてみました。で使ってみた感想をまとめてみると、結論的にかなりいいテントです。はい、正直あんまり欠点っていうかデメリットの部分を見つけることができませんでした。それが率直な感想ですね。ですが強いて、無理やりその欠点の部分っていうか、デメリット気になる部分を挙げるんであれば、2つお伝えできるかなと思います。まず1点はテントが思ったよりもでかいっていうところですね。縦の長さが6.3メートルもあるので、区画サイトを中心的に使っている方はもしかしたらテントが張りづらかったり張れない可能性もあるかもしれません。ですのでこのテントで区画サイトを使用する際には事前にそのサイトの広さっていうのは調べておく必要があると思います。でもう一つ重量ですね。自分は何とも思わないんですけれども、一応16.5キロあります。ですので中にはこれが重いっていうふうに感じる人がいるかもしれないっていうのがまず1点ですね。そして2点目なんですけれども、これが一番重要かなとは思うんですけれども、このフレーム構造による弱さっていうのはちょっと感じました。実際こちらのテントをサイズが結構大きいにもかかわらず支えているポールの種類って3種類なんですよね。まず真ん中にリッチポールと、あと中央の部分に A フレームで、両左右のところに C フレーム、3本でこの大きなテントを支えているので、この構造によるちょっと弱さっていうのは感じました。実際にこのテント形が箱型なので、この壁面に対して風が強く吹きつけた時にはやっぱりどうしても煽られますね。テントが若干揺れます。ですのでその対策として、ここにあるリングにロープをつなげてしっかりペグダウンをしてあげることで、テントのその煽られる部分は抑制できると思います。合計テントの上の部分にリングが4箇所、あとこの壁側に4箇所ですので合計12箇所ロープをつないでペグダウンできるので、
まあ風が結構吹いたとしてもしっかりペグダウンさえしておけば、特に問題はないのかなと思います。ただし、12本もペグダウンしないといけないので、それがめんどくさいっていうふうに思う方がいらっしゃるかもしれません。もう一点、雪が降った時のテントの耐久力の弱さはあると思います。ドーム型のテントの場合って自然に滑り落ちるんですけれども、箱型に近いので、雪が降った時にこの上の部分に雪が積もって、テントが崩れるリスクは多少あると思います。対策としては、テントの内部に入ってきてこのように手を伸ばして上をつついてあげることで、積もっている雪は滑り落ちると思うので、もし雪が降った時には定期的にこのような除雪の作業はしなきゃいけないっていう部分が、このテントを使ってみた、気になる部分ではありました。はい、次にランドネストシェルターの最大のメリット3つですけれども、まず1つは初心者にも扱いやすい設営構造ですね。これシンメトリーなデザインなのと、あとフレーム構造が非常にシンプルなので、設営の手間が大幅に下がっています。ですので男性1人で設営したとしても、後ろにあるインナーテントの設営含めて30分から40分ぐらいあったら十分設営しきれます。ですので、初心者の方だけじゃなくてファミリーで、奥さんであったり、あと子供と一緒に設営の体験するには結構もってこいのテントだと思います。2点目はリビングと寝室を両立したゆとりある空間が作り出せるっていう部分です。全長6メートルの大型シェルターなので、この移住性とあと実用性っていう2つのものが両立されている感じがします。後ろのインナーテントを取り外しますと、日差しが強い日であったり、もしくは雨が降ったとしても広々とした移住空間に変わりますので、そこがすごい大きなメリットの一つかなと思います。あと最後の3点目はスノーピーク製っていう安心感ですかね。これ素材一つ一つ見てみると高品質なものが使われているのと、あと縫い目も PU コーティングがしっかりされているので、雨が降っても漏れることは全くないと思います。ですので、良い品質のテントを長く使えるっていうのがかなり大きな魅力の一つなのかなと思います。ですので話まとめますと、初めてファミリーキャンプに挑戦したい方であったり、あと設営のしやすさを重視する人であれば、このテント間違いなく鍵なのかなと思います。個人的にはこのインナーテントが結構気に入ってるんですけれども、これインナーテント込みでこのシェルターが8万円で購入できるっていうのは、これかなりの破格なのかなと思います。なので多分2025年度一番売れるテントで間違いないかなと僕も思いました。はい、自分からの、レビューは以上です。次の動画ですが、実際にこのテントを使って1泊2日でソロキャンプをしている様子をお届けしますので、気になる方は、またこのテントの購入を検討されている方はそちらの動画も参照してみてください。最後まで動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。